今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う、朗読チャンネルです。ゾクッとするホラー物語をお楽しみください。未知の闇、人の闇、ドキドキと眠りの世界へ導く物語をお届けします。オリジナルストーリー、6話を聞きながら安眠してくださることを祈っております。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。闇夜の訪問者。亮太は、ある夜自宅でパソコンに向かっていた。彼はフリーランスのライターで、最近都市伝説や怪談に関する記事を書く依頼を受けていた。過去の記憶が蘇る。幼い頃に住んでいた古い家。そこで経験した数々の不思議な出来事。亮太はその家を訪れ、記事のネタを探すことを決意した。翌日、亮太は久しぶりにその古い家を訪れた。家は完全に廃墟と化しており、草が生い茂り、窓は割れていた。心臓が早金を打つ中、亮太は家の中に足を踏み入れた。過去の記憶が鮮明に蘇り、彼は慎重に家の中を調べ始めた。薄暗い廊下を進むと、かつて家族と過ごした部屋が目の前に現れた。亮太は部屋の中に入ると、懐かしさと同時に不気味な気配を感じた。その瞬間、彼の耳にかすかな囁き声が聞こえた。誰か、いるのか。亮太は思わず声を出したが、返事はなかった。不安と恐怖が交錯する中、彼は家の奥へと進むことにした。この家には、まだ解明されていない多くの謎が眠っているのだ。亮太は古い家に足を踏み入れた。薄暗い廊下を進むと、壁にはひび割れが入り、床には埃が積もっていた。幼少期の記憶が次々と蘇り、不気味な雰囲気が漂っていた。彼は懐中電灯を取り出し、廊下の奥に進んだ。家の中は静まり返っていたが、亮太は何かの気配を感じていた。彼はかつて家族と過ごした部屋に到着し、ドアを開けた。部屋の中は薄暗く、古びた家具や散乱した紙片が目に入った。彼は机の引き出しを開け、そこにある古い写真や手紙を手に取った。その瞬間、背後からかすかな囁き声が聞こえた。助けて。亮太は驚いて後ろを振り返ったが、誰もいなかった。心臓が早金を打つ中、彼は恐る恐る部屋を出て、家の奥へと進んだ。廊下を進むうちに、冷たい風が吹き抜け、シャンデリアが揺れた。亮太は立ち止まり、周囲を見渡した。ここには何かがいる。亮太は確信した。恐怖が増していく中、彼は地下室への階段を見つけた。階段は古びており、一歩踏み出すごとに気がきしむ音が響いた。彼は深呼吸をし、意を決して階段を降りていった。地下室に足を踏み入れると、冷たい空気が肌を刺すように感じた。懐中電灯の光が薄暗い部屋を照らすと、古い家具や散乱した書類が見えた。亮太は慎重に進みながら、壁にかかっている古い絵画に目を留めた。その絵には、何か異様なものが描かれており、彼の目はそこから離れなくなった。突然、背後から足音が聞こえた。亮太は驚いて振り返ったが、誰もいなかった。心臓が早金を打ち、冷や汗が背中を流れた。彼は恐怖に駆られながらも、
地下室の奥へと進んでいった。その時、彼の耳に再び囁き声が聞こえた。ここから逃げろ。亮太はその声に従おうとしたが、好奇心が勝り、さらに奥へ進むことを決意した。彼は足元に注意を払いながら、古い木箱を見つけた。その箱を開けると、そこには家族に関する古い日記や写真が入っていた。亮太は日記を手に取り、恐る恐るページをめくり始めた。日記には、家族がこの家で経験した恐ろしい出来事が詳細に記されていた。彼はその内容に驚愕し、恐怖が一層増していく。日記を読み進めるうちに、亮太は家族がこの家に何か恐ろしいものを封印していたことを知った。彼はその事実に震えながらも、真実を知るためにさらに探索を続けた。亮太は日記を読み進めるうちに、家族がこの家で経験した恐ろしい出来事の数々に驚愕した。日記には、家の中で聞こえる謎の囁き声や、夜中に現れる影、そして地下室から聞こえる不気味な音について記されていた。彼は日記を握りしめ、地下室の奥へと進んだ。冷たい空気が漂う中、亮太は恐怖に駆られながらも、さらに調査を続けた。地下室の壁には古びた写真がいくつか貼られており、そこには見覚えのある家族の姿が写っていた。しかし、写真の中には見知らぬ人物も混じっており、その顔は不気味に歪んでいた。この家には何かがいる。亮太はそう確信した。彼は再び囁き声を聞いた。ここから出ていけ。その声は、彼を追い払おうとしているかのようだった。しかし、好奇心と真実を知りたいという気持ちが彼を突き動かし、さらに奥へと進んだ。地下室の最央には、古い鉄製の扉があった。扉には錆びた錠前がかかっており、一目で長い間開けられていないことが分かった。亮太は懐中電灯を片手に、錠前を外そうとしたが、力を入れるたびに冷たい汗が手を濡らした。突然、扉の向こうから重々しい足音が響き渡った。亮太は一瞬凍りついたが、好奇心が勝り、錠前を外すことに成功した。扉をゆっくりと開けると、そこには暗闇が広がっていた。懐中電灯の光を当てると、古びた家具や埃まみれの物品が見えた。亮太は足を踏み入れ、部屋の中を調べ始めた。古い棚には、家族のアルバムや古文書が散らばっていた。彼はその中の一冊を手に取り、読み始めた。そこには、家族がこの家に閉じ込めた何かについて記されていた。家族は長い間、この何かに怯え、封印するための儀式を行っていたのだ。亮太が読み進める中、突然部屋の空気が重くなり、背後に気配を感じた。彼は恐る恐る振り返ると、そこには影が立っていた。影は徐々に近づいてきて、亮太の心臓は激しく鼓動した。亮太は後退し、壁にぶつかった。その瞬間、影は消え去り、部屋には再び静寂が戻った。しかし、亮太はその影が何を意味しているのかを知りたくなり、さらに探索を続けた。彼は古い書類の中から、一枚の地図を見つけた。その地図には、家の地下に隠された秘密の場所が示されていた。亮太はその場所を探しに行くことを決意した。亮太は古い書類の中から見つけた地図を手に、家の地下に隠された秘密の場所を探し始めた。地図には、地下室のさらに奥にある隠し部屋が示されていた。亮太は恐怖に駆られながらも、
好奇心と真実を知りたいという気持ちで前に進んだ。地下室の奥に進むと、壁にかすかな刻印が見えた。亮太はその刻印を押すと、壁がゆっくりと開き、暗い通路が現れた。彼は懐中電灯を片手に、慎重にその通路を進んだ。冷たい空気が肌を刺し、心臓の鼓動が速くなる。通路の先には古びた木製の扉があり、その扉の向こうから不気味な囁き声が聞こえてきた。入ってくるな。亮太はその声に恐怖を感じながらも、扉を開ける決意を固めた。扉を開けると、そこには古い祭壇があり、数々の古文書や道具が散らばっていた。祭壇の上には、一冊の古びた書物が置かれていた。亮太はその書物を手に取り、ページをめくり始めた。書物には、家族がこの家で行った封印の儀式について詳細に書かれていた。儀式は、この家に取り付いた何かを封印するためのものであり、その何かは家族の命を脅かす存在だった。亮太が書物を読み進めると、突然背後に気配を感じた。彼は振り返ると、影が再び現れた。影は徐々に形をなし、恐ろしい姿を現した。亮太はその場に立ち尽くし、恐怖に震えた。影は亮太に向かって手を伸ばし、彼は逃げるように後退した。何者なんだ。亮太は声を震わせながら尋ねたが、影は何も答えなかった。ただ冷たい視線で彼を見つめていた。亮太はその場から逃げ出し、通路を駆け抜けた。地下室に戻ると、彼は息を整えながら、祭壇の書物に戻ってきた。再び書物を手に取ると、亮太は封印の儀式の詳細を読み始めた。彼は家族がこの家に取り付いた存在を封印するために命を懸けたことを知り、その真実に驚愕した。書物には儀式の手順が細かく記されており、亮太はその手順を実行する決意を固めた。恐怖に打ち勝ち、真実を突き止めるために、亮太は封印の儀式を行う準備を始めた。彼は必要な道具を集め、儀式の準備を整えた。地下室には不気味な静けさが漂い、亮太の心臓の鼓動が響いた。亮太は冷静を取り戻し、書物に記された封印の儀式を実行するための準備を整えた。地下室には古い祭壇があり、亮太は必要な道具を集めてその場に並べた。冷たい汗が背中を伝い、心臓の鼓動が耳に響く中、彼は深呼吸をして儀式を開始した。儀式の手順に従って、亮太は古文書に記された呪文を唱え始めた。言葉が口から紡がれるたびに、地下室の空気が変わり、周囲が暗闇に包まれていく。彼の周りには不気味な影がうごめき、冷たい風が吹き抜けた。しかし、亮太は恐怖を押し殺し、呪文を唱え続けた。突然、祭壇の上に置かれた書物が光を放ち始め、影が形を失っていく。亮太はその光景に驚きながらも、儀式を続けた。光が強くなると同時に、地下室に囁き声が響き渡り、影が次第に消え去っていった。亮太は全力で呪文を唱え続け、ついに最後の言葉を口にした。一瞬の静寂の後、地下室は元の静けさを取り戻した。亮太は肩の力を抜き、深い安堵の息を吐いた。封印の儀式は成功し、この家に取り付いていた何かは再び封印されたのだ。彼は書物を丁寧に閉じ、祭壇の上に戻した。亮太は地下室を後にし、家の外へと出た。夜の空気が冷たく肌を刺し、
彼は大きく息を吸い込んだ。暗闇の中で一瞬、彼は遠くにぼんやりとした影を見たが、すぐに消え去った。彼はその影が何であったのかを考えながらも、恐怖を感じることはなくなった。この恐ろしい体験を通じて、亮太は自身の過去と向き合い、真実を知ることができた。彼はこの経験を心に刻み、新たな一歩を踏み出す決意を固めた。都市伝説や怪談の記事を書くために始めた探求が、自分自身の成長につながるとは思ってもみなかった。亮太は静かに微笑み、夜の闇の中に消えていった。これからも彼は恐怖と向き合い、真実を追い求めるだろう。闇夜の訪問者との対峙を通じて、亮太は恐怖に打ち勝つ力を手に入れたのだ。呪いの小銭。美奈子は仕事からの帰り道、彼氏の雪政と付き合っていた頃のことを思い出していた。雪政は優しく明るい性格で、彼との出会いに運命を感じていた。しかし、交際して1年が過ぎた頃から、彼の様子がおかしくなり始めた。美奈子、聞いてる。雪政は突然、物音に敏感になり、部屋の壁に耳を当てたり、玄関で何かを待ち構えたりするようになった。彼の目には恐怖の色が浮かび、来てる。絶対に来てる。と壊れたように繰り返すばかりで、まともな会話ができなくなっていった。美奈子は心配になり、雪政の幼馴染である賢治に相談することにした。賢治は雪政の異変の原因が過去の出来事にあることを語り始めた。中学生の頃、雪政と俺は遊ぶ金欲しさに近所の神社で賽銭泥棒をしていたんだ。賢治の話は恐ろしいもので、美奈子は次第にその内容に引き込まれていった。ある夜、二人が賽銭を集めていると、見知らぬおばあさんに見つかり、やめなさい。と言われた。しかし、雪政はおばあさんを殴り倒し、その場を逃げ去ったという。その後、賽銭泥棒をやめたものの、おばあさんの呪いか何かが雪政に影響を与えていると賢治は考えていた。賢治も最近、おばあさんの霊が現れ、返せ、返せ。と迫ってきたという。美奈子は恐怖に駆られ、雪政の家に向かうことを決意した。美奈子は、雪政の異変の真相を知るために彼の家へ向かった。玄関に到着すると、ドアが少し開いていた。胸の中に不安が広がり、彼女は静かに家の中に足を踏み入れた。リビングに進むと、机の上に大量の小銭が山積みになっているのが目に入った。まるでおばあさんに奪われた賽銭を取り戻そうとしているかのようだった。雪政、いるの？美奈子は声をかけたが、返事はなかった。家の中は静まり返り、異様な雰囲気が漂っていた。美奈子は慎重に部屋を調べ始めた。窓際に置かれた写真立てには、雪政と彼の家族が楽しそうに写っている写真が飾られていた。しかし、その写真は今の雪政の姿とは全く異なって見えた。次に美奈子は寝室に向かった。ドアを開けると、部屋の中は暗く、カーテンが閉め切られていた。部屋の隅には雪政の姿が見えた。彼は壁に耳を当て、何かを聞き取ろうとしているようだった。雪政、何をしているの？美奈子は恐る恐る尋ねた。雪政は振り返り、目には狂気が宿っていた。来てるんだ。あのおばあさんが、返せって言ってるんだ。彼の言葉に背筋が凍る思いをした。
美奈子は恐怖を感じながらも、雪政に近づき、彼を支えようとした。しかし、雪政は突然立ち上がり、彼女を振り払った。触るな。来てるんだ。お前も感じるだろう。雪政の声は震えていた。美奈子は涙を浮かべながら、何が来てるの？何を感じてるの？と問いただしたが、雪政は答えなかった。彼は再び壁に耳を当て、何かを聞き取ろうとしていた。その時、美奈子の耳にもかすかな囁き声が聞こえた。返せ。返せ。彼女は恐怖に駆られ、その場を飛び出した。玄関を出ると、彼女は走り出し、家から遠ざかろうとした。その晩、美奈子は一睡もできなかった。雪政の狂気とおばあさんの囁き声が頭から離れず、彼女の心を締め付けた。次の日、美奈子は検事に再び会い、雪政の状況を伝えた。検事は真剣な表情でうなずき、俺も感じてるんだ。あのおばあさんの霊が俺たちに何かを求めてる。と言った。美奈子と検事は、雪政を助けるために何ができるかを考え始めた。そして、おばあさんの霊を鎮めるために、彼らが犯した過去の罪を償う方法を探すことに決めた。検事と話を終えた美奈子は、雪政を助けるために行動を起こすことを決意した。彼女はまず、神社を訪れることにした。そこは、雪政と検事が賽銭泥棒をしていた場所だった。神社に着くと、薄暗い雰囲気が漂い、美奈子の心に不安が広がった。鳥居をくぐり、境内に進むと、古びた賽銭箱が目に入った。美奈子は心の中で祈りながら、雪政のために賽銭を投げ入れた。その時、突然冷たい風が吹き抜け、鳥肌が立った。美奈子は振り返ると、そこにおばあさんの霊が立っていた。返せ。返せ。おばあさんの霊は美奈子に向かって手を伸ばし、囁き続けた。美奈子は恐怖に駆られながらも、勇気を振り絞って話しかけた。あなたの賽銭を返したいのです。どうすれば、あなたの魂を安らかにできるのですか？おばあさんの霊は一瞬止まり、美奈子をじっと見つめた後、消え去った。美奈子はその場に立ち尽くし、心臓が激しく鼓動していた。恐怖を感じながらも、彼女は雪政の家に戻ることにした。雪政の家に戻ると、玄関の鍵は開いたままだった。美奈子は再び中に入ると、リビングの机の上にあった小銭の山が増えているのに気づいた。彼女はその光景に驚き、恐怖が再び押し寄せてきた。雪政、あなたを助けるためにどうすればいいのか。美奈子は涙を浮かべながらつぶやいた。その時、検事から電話がかかってきた。美奈子、もう一度神社に行って、きちんとお詫びをするんだ。俺たちが犯した過ちを償うために、全力を尽くさなければならない。美奈子は検事の言葉に従い、再び神社に向かう決意をした。彼女は賽銭を持ち、夜の神社に向かった。境内に到着すると、静寂が辺りを包んでいた。美奈子は深呼吸をし、心の中でお詫びの言葉を繰り返しながら、賽銭を賽銭箱に投げ入れた。その瞬間、おばあさんの霊が再び現れた。あなたの賽銭を返したいのです。どうか、私たちを許してください。美奈子の言葉に、おばあさんの霊は静かにうなずき、消えていった。美奈子は深い安堵感を覚えながらも、まだ恐怖が心の中に残っていた。美奈子は神社でのお詫びが功を奏したのか、
家に戻ると少し落ち着きを取り戻していた。しかし、雪政を助けるための本当の儀式が必要だと感じていた。彼女はケンジと再度会い、次の行動を話し合うことにした。美奈子、俺たちが犯した過ちを償うためには、もっと深い儀式が必要だ。おばあさんの霊を鎮めるために、彼女の霊を呼び寄せて、正式に謝罪しなければならない。とケンジが言った。美奈子はケンジの言葉に同意し、二人は雪政の家に戻った。玄関を入ると、再び大量の小銭が山積みになっているのが目に入った。美奈子は恐怖に駆られながらも、雪政の寝室に向かった。雪政は壁に耳を当てたまま、再び、来てる。絶対に来てる。とつぶやいていた。ケンジが雪政に近づき、俺たちが犯した過ちを償うために、正式な儀式を行うんだ。おばあさんの霊を鎮めるために、協力してくれ。と説得した。雪政はしばらくの間、何も言わなかったが、やがてうなずき、わかった。やるしかない。と言った。三人は夜の神社に向かい、再びおばあさんの霊を呼び寄せる準備を始めた。神社に到着すると、静寂が辺りを包んでいた。美奈子はケンジと雪政と共に、心の中でお詫びの言葉を繰り返しながら、祭壇の前に立った。ケンジが儀式の言葉を唱え始め、雪政もそれに続いた。美奈子は心の中で、どうか、私たちを許してください。と祈った。突然、冷たい風が吹き抜け、おばあさんの霊が再び現れた。彼女の目は悲しげで、彼らを見つめていた。私たちの過ちを許してください。もう二度と同じことはしません。とケンジが言った。おばあさんの霊はしばらくの間、何も言わなかったが、やがて静かにうなずき、消えていった。三人はその場に立ち尽くし、不快安堵感とともに恐怖が和らいでいくのを感じた。その後、雪政の家に戻ると、玄関の小銭がすべて消えていた。雪政は再び普通の生活に戻り、美奈子とケンジも日常を取り戻した。しかし、この出来事は彼らの心に深く刻まれ、二度と同じ過ちを犯さないことを誓った。美奈子、雪政、ケンジは神社での儀式を終えた後、安堵と共に家に戻った。玄関の小銭がすべて消え、家の中は静けさを取り戻していた。雪政は以前のように穏やかな表情を取り戻し、普通の生活に戻ることができた。数日後、美奈子は仕事を終えて帰宅すると、玄関先でふと立ち止まり、過去の出来事を思い返した。彼女は恐怖と向き合い、友人たちと協力して解決に至ったことに安堵を感じた。これで、本当に終わったのね。美奈子は静かにつぶやいた。その夜、美奈子はケンジと再会し、彼に感謝の言葉を伝えた。あの時、あなたがいてくれたからこそ、雪政を助けることができた。本当にありがとう。ケンジは微笑みながらうなずき、過去の過ちを償うことができたのは、みんなの協力があったからだ。と答えた。美奈子は心の中で、あの出来事が二度と繰り返されないように祈った。そして、過去の恐ろしい経験を乗り越え、新たな未来に向かって歩み出す決意を固めた。その後、美奈子は雪政と共に穏やかな生活を送り、恐怖に立ち向かう勇気を持ち続けることを誓った。彼らは過去の出来事を心に刻みながら、未来に希望を持って進んでいった。
消えた乗客。俊介は定年退職後の穏やかな生活を送りながら、過去のタクシー運転手時代の思い出をよく振り返っていた。特に深夜に起きた奇妙な体験は、未だに彼の心に強く刻まれている。その一つ、忘れられない夜の出来事を思い出し、家族に語り始めた。それは、ある深夜のことだったんだ。と俊介は話し始めた。彼は長距離の客を降ろした後、駅前のロータリーで次の客を待っていた。深夜の静けさが漂う中、タクシーの中でじっと待っていると、スーツを着た30代ぐらいのサラリーマン風の男が現れた。男は少し酔っている様子で、足元がふらついていたが、しっかりとした口調で、〇〇方面まで行きたい。と告げた。俊介はその目的地まで車を走らせることにした。男が酔っていることを気にしつつも、彼の話を聞きながら、車を進めた。道中、男は家庭の話を始めた。最近生まれた息子のことや、家族との幸せな時間を嬉しそうに語り、俊介もその話に心が温まりながら、目的地に向かった。目的地に到着すると、男は、お金を取りに行く。と言い残して家の中へ入っていった。10分以上待っても男は戻ってこなかったため、俊介は玄関の呼び鈴を鳴らした。しばらくして、赤ちゃんを抱いた女性が玄関に現れた。すみません。先ほど乗せたお客様がまだ戻ってこないのですが。と俊介が言うと、女性は驚いた様子で、またですか。とつぶやきながら、料金を支払うために家の中に戻った。しかし、再び10分以上経っても女性は戻ってこなかった。俊介は不審に思い、もう一度玄関のドアを叩いた。すると、ドアがゆっくりと開き、中から老婆が現れた。老婆は疲れた表情で、またあの子たちのことでしょう。と話し始めた。俊介は驚きながらも、老婆の話に耳を傾けた。老婆は息子夫婦が1年前に飲酒運転の車にはねられて亡くなったことを語り、涙を浮かべながら続けた。彼らはこの場所に囚われているのでしょう。あなたが見たのは彼らの幻影かもしれません。俊介は信じられない思いでその場を後にしたが、その言葉は頭から離れなかった。車に戻りながら、俊介はその夜の出来事が現実だったのか夢だったのかを考え続けた。彼は心の中で自問自答し、その不思議な体験に対する恐怖と好奇心が交錯した。その後、俊介は他のタクシー運転手たちと話す機会があり、深夜に奇妙な体験をしたことを打ち明けた。すると、他の運転手たちも同じような体験をしていたことが判明した。幽霊の夫婦は、何度もタクシーを利用しようとして現れ、運転手たちに恐怖を与え続けていた。またあの夫婦か。と一人の運転手が言った。あれは一度体験すると忘れられないよな。と別の運転手も同意した。俊介は自分だけが特別な体験をしたわけではないことに少し安堵しながらも、依然としてその出来事の謎に心を奪われていた。ある夜、俊介は再び深夜の駅前ロータリーで待機していた。ふと気配を感じて顔を上げると、再びあの男が現れた。今回は少し距離を置いて見つめるだけで、近づいては来なかった。俊介はその姿を見て、再び背筋が凍る思いをした。幽霊の夫婦が何度もタクシーを利用しようと現れる理由はわからなかったが、彼らが何かを求めていることは確かだった。俊介はその後も深夜の運転を続けながら、
彼らの姿を何度か目撃することとなった。俊介は幽霊の夫婦が何を求めているのかを知るために、再びその家を訪れることを決意した。昼間の明るい時間に訪れると、あの老婆が玄関先で庭仕事をしているのを見つけた。俊介は意を決して声をかけた。先日、夜にこちらを訪れたタクシー運転手です。あの夫婦についてもう少し詳しく聞かせてもらえませんか。老婆は驚いた様子だったが、やがてうなずき、彼を家の中に招き入れた。息子と嫁は本当に仲の良い夫婦でした。と老婆は語り始めた。あの日、二人は酔っ払いの運転する車にはねられて即死しました。それ以来、彼らの魂はこの家にとらわれているのでしょう。時折、私にも彼らの姿が見えるんです。俊介はその話を聞き、彼らが生前どれほど愛し合っていたかを知った。彼らが何度もタクシーを利用しようとするのは何かを求めているからだと思います。と俊介は言った。彼らの魂を安らかにする方法があるはずです。老婆は涙を浮かべながらうなずき、もし、彼らがあなたに何かを伝えようとしているのなら、そのメッセージを受け取ってください。と言った。俊介は老婆の言葉を胸に刻み、再び夜の駅前ロータリーに立った。今度は彼らが現れた時、しっかりと話を聞く覚悟を決めていた。深夜になり、再びあの男が現れた。俊介は静かに車を降りて彼に近づいた。何を求めているんですか。と俊介は尋ねた。男は一瞬驚いた表情を見せたが、やがて微笑み、家族にもう一度会いたいんだ。と答えた。俊介はその言葉に胸が痛んだ。あなたの母親が心配しています。あなたの魂を安らかにするために何かできることがあれば教えてください。と俊介は続けた。男は静かにうなずき、家族に伝えてください。私たちはここにいると。と言った。その後、俊介は再び老婆の家を訪れ、息子からのメッセージを伝えた。老婆は涙を流しながら感謝し、これで彼らも安らかに眠れるでしょと言った。俊介はその後もタクシー運転手としての仕事を続けたが、あの夫婦の姿を見ることは二度となかった。闇の告白。亮は、高校時代の元同級生である英子と久しぶりに再会し、お茶をすることになった。英子は現在、県内の病院で看護師として働いている。二人はお茶をしながら、思い出話に花を咲かせていた。話が進むうちに、ふとしたきっかけで、過去にあった秘密にしていることについて話題が及んだ。ねえ、りょう、中学の時、何か悪いことしたことある？英子が笑いながら尋ねた。亮は少し考えた後、そうだな。中学時代に万引きしたことがある。と告白した。どうしても欲しかった漫画をお小遣いが足りず、シャツの下に隠して持ち帰ったことを話した。英子は驚くこともなく笑い、あんたもやるね。と言った。亮は、中学時代にした万引きの話を続けた。漫画がどうしても欲しくて、店員の目を盗んでシャツの下に隠し、ドキドキしながら店を出たことを思い出した。その時は本当に心臓がバクバクして、二度としないって誓ったよ。
と亮は言った。A子は楽しそうに笑い、そうなんだ。まあ、誰でも一度はやっちゃうよね。と軽く受け流した。話が一段落した後、亮は A子に、じゃあ、A子はどんな秘密があるの？と尋ねた。A子は一瞬黙り込み、やがて笑顔を浮かべて、薬の操作かな。と言った。亮は驚き、どういうこと？と詳しく聞いた。A子は冷静に、病院で患者に処方される薬を操作し、症状が長引くようにしていることを告白した。亮は A子の告白にショックを受けた。なんでそんなことするの？と問うと、A子は無邪気な笑顔で答えた。とっても楽しいよ。患者の反応を見るのが面白いんだ。亮はその言葉に寒気を感じた。A子の言動はまるで他人の苦しみを楽しんでいるかのようだった。彼女が医療現場でそんなことをしていると知り、亮は信じられなかった。それ、本当に冗談だよね。亮は半信半疑で尋ねたが、A子は真顔で首を横に振った。冗談じゃないよ。本当にやってる。亮は言葉を失った。目の前にいる A子が、かつての同級生とはまるで別人のように感じた。彼女が患者の命をもてあそぶような行為を楽しんでいるなんて、到底理解できなかった。A子はさらに続けて、患者が苦しんでいる姿を見ると、自分が神様になった気分になるの。と亮に語った。亮はその言葉に背筋が凍る思いをした。A子の行為がどれだけ恐ろしいものか、彼女自身は全く理解していないようだった。そんなことして、本当に大丈夫なの？亮は恐る恐る尋ねた。A子は軽く笑い、大丈夫だよ。誰も気づかないし、私がやっていることを誰も疑わないから。と答えた。亮はその無神経な態度に唖然とした。A子の裏の顔を知り、彼女との再会を深く後悔した。その後、亮は A子との距離を取り、彼女の行為が病院や患者にどれだけの影響を及ぼしているのかを考え続けた。亮は、A子がただの同級生ではなく、恐ろしい存在であることを知り、心に深い傷を負った。お茶の席を後にした亮は、A子の言葉が頭から離れなかった。A子の告白は、亮にとって信じがたいものだった。彼女が患者の命や運命を軽々しく扱っていることに、亮は恐怖と怒りを感じた。数日後、亮は A子のことを思い出しながら、自分がこの恐ろしい秘密をどうするべきか悩んでいた。A子の行為を見過ごすことはできないと感じたが、どのように対処すればよいのかわからなかった。最終的に、亮はこのことを信頼できる友人や同僚に相談し、適切な対応を取ることを決意した。A子が看護師として働く病院や、そこで治療を受ける患者たちの安全を守るために、亮は行動を起こすことを誓った。この恐ろしい再会を通じて、亮は人の裏の顔や恐ろしい現実に直面し、彼自身の信念を再確認することとなった。A子との再会は、彼にとって大きな教訓となり、今後の人生に深い影響を与える出来事となった。消えた日常。陽介は家族と過ごす平凡な日々を楽しんでいた。彼は毎朝同じ時間に起き、同じルートを通って職場に向かい、仕事を終えると帰宅する生活を送っていた。ある日、
いつものように仕事を終えて帰宅すると、家の中が妙に静まり返っていた。普段なら元気に遊ぶ子供たちの声や、夕食の準備をする妻の音が聞こえるはずが、どこにも聞こえない。リビングもキッチンも無人で、電気もついていなかった。陽介は不安になり、妻の名前を呼びながら家の中を探し回ったが、どこにも姿が見えなかった。子供たちの部屋も空っぽで、ベッドは整然としていた。家族全員が一斉に外出することなど考えられない。陽介はすぐに妻の携帯に電話をかけたが、繋がらない。子供たちの携帯も同様だった。彼は心配になり、近所の友人や家族にも連絡を取ったが、誰も妻や子供たちの行方を知らなかった。その夜、陽介は家族の安否を心配しながらも、なんとか一人で眠りについた。翌朝、彼は早めに起きて警察に行くことを決心した。警察に事情を説明し、家族が突然いなくなったことを報告したが、警察も特に手がかりを見つけることができなかった。陽介は自分自身で家族を探す決意を固めた。その日、仕事に行く途中でも、彼の心は家族のことでいっぱいだった。職場に着くと、同僚たちも陽介の様子を心配し、彼の話を聞いてくれた。しかし、誰も何が起こったのかわからなかった。陽介は何とか仕事をこなし、早めに帰宅することにした。帰り道、陽介は普段通りの風景にかすかな違和感を感じた。通りを歩く人々や車の数がいつもより少ないように感じたが、深く考える余裕はなかった。家に戻ると、やはり家族の姿はなく、静けさが家全体を包んでいた。彼はもう一度家中を探したが、手がかりは何一つ見つからなかった。この異常な状況に、陽介の不安は増すばかりだった。家族がいなくなった理由が全くわからず、途方に暮れるばかりだった。何が起こったのか、なぜ自分だけが残されたのか、答えを見つけるために、彼は決意を新たにし、再び家族を探し始めた。翌朝、陽介は早く目が覚めた。家の中は相変わらず静まり返っていた。彼は警察に再度連絡し、捜査を進めてもらうよう依頼したが、手がかりがないまま時間だけが過ぎていった。陽介は自分自身で家族を探し出す決意を固めた。その日、職場に行くと、誰もいなかった。オフィスは閑散としており、いつもの喧騒が嘘のようだった。デスクには同僚たちの私物が残されているが、人の気配は全く感じられなかった。陽介は混乱し、他の部署にも足を運んだが、どこも無人だった。彼は携帯電話で同僚に連絡を試みたが、誰も応答しなかった。恐怖と不安が入り混じり、陽介は何が起こっているのか理解できなかった。自分以外の人々が突然消えてしまったように感じた。彼はパニックになり、オフィスを飛び出して街中へと向かった。街中を歩くと、店も閉まっており、人影が全く見当たらない。普段は賑やかな通りも、今は静まり返っていた。車の音もなく、ただ静寂が広がっているだけだった。陽介は信じられない思いで街を歩き続けた。誰かいませんか？と叫んでみたが、返事はなかった。彼は絶望的な気持ちになり、何が起こったのか全く理解できなかった。自分が何か悪いことをしたのか、これは悪夢なのか、頭の中で様々な考えが渦巻いていた。その時、ふとある公園が目に入った。公園には子供たちの遊び場があり、普段は賑やかな場所だった。しかし、
今は無人で、ブランコも静かに揺れているだけだった。陽介は公園のベンチに座り、深い思考に沈んだ。自分以外のすべての人が消えてしまった世界で、どうやって生きていけばいいのか全くわからなかった。陽介は一度家に戻ることにした。家の中は依然として静まり返っており、家族の姿は見当たらなかった。彼は再び家中を探し回ったが、手がかりは何も見つからなかった。陽介は孤独感に苛まれながらも、家族を見つけるための方法を考え続けた。日が経つにつれ、陽介の孤独感は増すばかりだった。家族や同僚、町の人々が突然消えてしまったことに対する理解は進まず、ただ不安と恐怖が募るばかりだった。彼は毎日街を歩き回り、手がかりを探したが、何も見つからなかった。ある日、陽介は町の図書館に足を運んだ。普段は多くの人々で賑わっている場所も、今は静まり返っていた。彼は図書館の奥へ進み、棚の間を歩きながら考えた。ここにも手がかりがあるかもしれないと、希望を捨てずに探し続けた。図書館の一角にある古い新聞記事のアーカイブに目を留めた陽介は、過去の出来事を調べ始めた。街で起こった不思議な事件や、似たような現象が過去にあったかもしれないと考えたのだ。何時間も記事を読み漁ったが、家族や町の人々の突然の失踪に関する手がかりは見つからなかった。失望しながらも図書館を出た陽介は、ふと目に留まった町の古い教会に足を運んだ。教会の中はひんやりとしており、ステンドグラスから差し込む光が静かな雰囲気を醸し出していた。彼は教会の奥にある小さな部屋に入り、祈りを捧げた。どうか家族を見つけさせてください。何が起こったのか教えてください。陽介は心の中で祈りながら手を合わせた。しばらくして、ふと教会の隅に置かれた古い本に目が留まった。彼はその本を手に取り、ページをめくり始めた。本の中には、古い伝説や都市伝説が書かれており、街で起こった不思議な出来事についても触れられていた。陽介はその中で、消えた街の伝説、という章に目を留めた。その章には、かつて街全体が突然消えてしまったという話が書かれていた。その伝説によると、街が消える前には奇妙な現象が起こり、人々の存在が薄れていくという。陽介はその話に自分の状況が重なることを感じ、背筋が寒くなる思いをした。もしかすると、自分が体験していることもこの伝説に関連しているのではないかと考えた。陽介はその本を持ち帰り、家でじっくりと読み直すことにした。家に戻ると、再び家族のいない静けさが彼を迎えた。彼は本を読み進めながら、街が消える前にどんな兆候があったのかを探った。そこには、人々が徐々に姿を消していく過程が詳しく書かれており、陽介の不安はますます増していった。陽介は、街が消える前の兆候について本を読み進めるにつれ、不安と恐怖がますます強くなっていった。本には、街の人々が徐々に姿を消していく過程が詳しく書かれており、彼の体験と一致する点が多く見受けられた。彼は家族や同僚、街の人々が突然消えた理由が、この伝説と関連しているのではないかと考え始めた。本を読み進めるうちに、陽介はある章に目を留めた。それは、存在の薄れ、と題された章で、街が消える前に人々の存在が徐々に薄れていく現象について詳しく説明されていた。その現象が進行するにつれ、人々は次第に他人に気づかれなくなり、
最終的には完全に消えてしまうという。陽介は、自分の存在も薄れつつあるのではないかという恐怖に駆られた。彼は自分が誰かに気づかれるかどうかを確認するために、再び街中を歩き回ることにした。街は相変わらず無人で、どこにも人影はなかった。ある日、陽介は自宅近くの公園を歩いていると、ふと自分の手が透けて見えることに気づいた。彼は驚き、手を凝視したが、透けた部分は徐々に元に戻っていった。この現象が意味するものを考えると、陽介の心は恐怖でいっぱいになった。彼は急いで家に戻り、再び本を読み直した。存在が薄れる過程についての説明を読みながら、自分が次第にこの世から消えつつあることを実感した。陽介は絶望的な気持ちに包まれ、何とかしてこの現象を止める方法を見つけようと決意した。陽介は、本の中で紹介されている古い儀式について読み始めた。その儀式は、存在を取り戻すための方法として古くから伝わってきたものであり、街が消える前に行うことで効果があるとされていた。彼はその儀式を試すことを決心し、必要な準備を整え始めた。儀式を行うためには、特定の場所と道具が必要だった。陽介は街中を歩き回り、必要なものを集めることにした。彼は教会で見つけた古い本に書かれている手順に従い、儀式の準備を進めた。夜が更けると、陽介は指定された場所に向かい、儀式を始めた。彼は心の中で家族のことを思いながら、慎重に手順を進めた。儀式が進むにつれ、彼の存在が徐々に明確になっていくのを感じた。しかし、完全に戻るためには、まだ何かが足りないようだった。陽介は最後の手順を終えたとき、家族の姿を思い浮かべながら強く祈った。どうか家族と再び会わせてください。その瞬間、彼の周りの空気が変わり、奇妙な静けさが広がった。陽介は目を開けると、自分の存在が完全に戻ったことを感じた。陽介の儀式は成功し、彼の存在は完全に戻った。だが、家族や町の人々は依然として消えたままだった。陽介は家に戻り、静寂の中で家族のことを考え続けた。自分だけが戻り、家族はこのまま戻らないのかという不安が彼を苛んだ。数日後、陽介は再び図書館に足を運び、さらに多くの情報を集めようと決心した。彼は過去の出来事や儀式に関する資料を読み漁り、何か見逃しているものがあるのではないかと考えた。そして、ある古い文書の中に、消えた存在を取り戻すための最後の手段が書かれているのを見つけた。その文書には、消えた人々を取り戻すためには、儀式を行う者が自分の存在を犠牲にする必要があると書かれていた。陽介はその言葉を読み、家族を取り戻すために自分が犠牲になる覚悟を決めた。彼は教会で再び祈りを捧げ、家族のために最後の儀式を行う決意を固めた。夜になり、陽介は再び儀式の場所に向かった。彼は心の中で家族の顔を思い浮かべながら、慎重に手順を進めた。最後の祈りを捧げた瞬間、彼の周りの空気が変わり、まるで時が止まったかのように感じた。目を閉じて祈り続ける陽介の意識は次第に薄れていった。翌朝、街は再び賑やかさを取り戻していた。陽介の家族や同僚、街の人々も戻ってきた。しかし、陽介の姿はどこにも見当たらなかった。彼の犠牲によって街は元に戻ったが、彼自身は消えてしまったのだった。家族はその事実に気づかず、普通の生活を取り戻していった。
家族や町の人々が再び日常を取り戻した一方で、陽介の存在は彼の記憶だけが残る形でこの世界から消えてしまった。しかし、彼の犠牲は決して無駄ではなく、家族を守るための勇敢な決断だった。陽介の祈りと犠牲によって、町は再び平和を取り戻したのだった。影の館。玲子の探偵事務所は、雑然とした書類やファイルで溢れていた。窓から差し込む午後の日差しが、埃の舞う中に静かに広がっている。その日、玲子は新しい依頼を待っていたが、特に急な仕事はなかった。突然、扉が開き、若い女性が怯えた様子で飛び込んできた。涙ぐんだ目と震える声で、彼女は語り始めた。私の家族が影の館で消えたんです。玲子は静かに彼女を座らせ、詳細を聞くことにした。彼女の名前は鈴木まみ。家族で山間の村にある古びた館、通称、影の館を訪れた際、両親と弟が突然姿を消したという。まみだけが恐怖におののきながらも無事に逃げ出し、村人たちに助けを求めたが、誰もその館に近づこうとしなかった。村人たちは、あの館には何かが潜んでいると言っていました。でも、どうしても家族を見つけたいんです。お願いします。助けてください。玲子はまみの必死な訴えに心を動かされた。幼い頃の自身の失踪事件が脳裏によみがえる。彼女もまた、誰かに助けを求めたかった記憶があった。わかりました。私が調査します。まず、その館に向かいましょう。玲子は必要な道具をまとめ、まみと共に山間の村へ向かうことを決めた。村に着くと、冷たい風が吹き抜け、寂れた雰囲気が漂っていた。村人たちは玲子たちに不審の目を向けながらも、何も言わずに通り過ぎていく。影の館はこの先です。村人たちは皆、あそこに近づくのを避けています。昔から呪われた場所だと信じられているんです。玲子とまみは慎重に館へと足を踏み入れる。館は荒れ果て、かつての豪華さをわずかに残しているだけだった。古びた家具や埃まみれのカーテンが、過去の栄光を物語っている。ここで、家族は。まみが声を震わせながら指さす。玲子はその場所を注意深く調べ始める。すると、夜が近づき、館内は一層不気味な雰囲気に包まれた。玲子は冷静さを保ちながらも、背筋に走る寒気を感じていた。大丈夫。必ず見つけ出す。彼女は決意を新たにし、これから待ち受ける謎と恐怖に立ち向かう覚悟を固めた。玲子とまみは、影の館に滞在することを決意した。館内には古い家具や壁にかかる肖像画があり、どれも長い年月を経て荒れ果てていた。薄暗い廊下を歩くたびに、足音が不気味なエコーを奏で、まるで館自体が生きているかのような錯覚を覚える。ここが私たちの寝室です。玲子はまみに言い、二人は夜の準備を整えた。館の外はすっかり暗くなり、月の光がわずかに窓から差し込んでいるだけだった。夜になると、いつも奇妙な音が聞こえてくるんです。まみは不安そうに言った。家族が消えた夜も、そんな音がしていました。玲子はうなずき、心配しないで。私が見張っているから、何かあればすぐに知らせるわ。と励ました。深夜、
館は静寂に包まれていた。玲子はランプの明かりを頼りに日記や古い書類を調べていた。すると、突然、階下から何かが動く音が聞こえてきた。マミは怯えた表情で玲子を見つめる。大丈夫。ここにいて。玲子はそう言い残し、音の出所を探るために廊下に出た。階段を降りると、冷たい風が吹き抜け、館の中を不気味な雰囲気が漂っていた。音は地下室から聞こえてくるようだった。玲子は懐中電灯を手に、慎重に地下室への階段を降りた。古びた扉を開けると、そこにはかすかな光が差し込んでおり、何かが動いている影が見えた。誰かいるの？玲子は声をかけたが、返事はなかった。影は静かに動き続けていた。玲子は一歩一歩、影に近づいていった。その時、突然影がこちらに向かってきた。玲子はとっさに身を引いたが、影は彼女の前で止まり、正体を表した。それは、かつてこの館に住んでいた家族の一人、父親の霊だった。彼の目はうつろで、何かを訴えかけているようだった。なぜ、ここに？玲子はつぶやいた。霊は何かを言いたそうに口を開いたが、音は出なかった。しかし、彼の指さす方向には古い本棚があった。玲子は本棚に近づき、一冊の古い日記を手に取った。日記には、この館で行われた恐ろしい儀式や、家族が体験した怪異な出来事が詳細に書かれていた。玲子はこれが手がかりになると確信し、日記を持って地下室を後にした。部屋に戻ると、マミが不安そうに待っていた。何があったの？彼女は尋ねた。見つけたわ。家族の一人の霊が現れて、この日記を指し示してくれた。これが事件の鍵かもしれない。玲子は日記を差し出した。マミは震える手で日記を受け取り、ページをめくった。そこには、彼女の家族がどのようにして館に取り憑かれ、失踪していったのかが綴られていた。これで何かがわかるかもしれないわ。次は、この日記に書かれたことをもとに調査を進めましょう。玲子は決意を新たにした。マミもうなずき。お願いします。玲子さん。家族を助けてください。と涙を流しながら言った。玲子はマミを励まし、共に影の館の謎を解き明かす決意を固めた。夜の訪問者の正体を突き止めるため、彼女たちはさらなる恐怖と謎に立ち向かうことになった。翌朝、玲子は早速、夜に見つけた日記を詳しく調べ始めた。日記には、影の館に住んでいた家族が体験した恐ろしい出来事が詳細に綴られていた。家族は次々と奇妙な現象に見舞われ、最後には全員が失踪してしまったという。玲子は日記の内容に驚愕しつつも、その中に事件を解決するための重要な手がかりが隠されていると確信した。まずは、この家族の足跡をたどってみましょう。玲子はそう言って、館内の調査を開始した。館のあちこちには、家族が残した手がかりが散らばっていた。古びた手紙や写真、そして書きかけの日記など、玲子はそれらを一つ一つ丁寧に調べていった。中でも、家族が調査していた過去の事件に関する書類が見つかり、それが失踪事件と深く関わっていることが明らかになった。家族は、館にまつわる古い呪いについて調べていた。かつてこの館では、村の住民たちが秘密裏に行っていた儀式があり、その儀式の結果、館に悪霊が取り付いたという。家族はこの呪いを解くために奮闘していたが、
次々と奇妙な現象に見舞われ、最後には姿を消してしまった。この呪いを解かない限り、失踪した家族を救い出すことはできないかもしれない。玲子はつぶやいた。その夜、再び館内で奇妙な音が響き渡った。玲子はマミを守るため、慎重に音の出所を探った。音は館の奥深くから聞こえてくるようだった。玲子は懐中電灯を手に、慎重に館内を進んでいった。途中、玲子は古い肖像画が並ぶ廊下に差し掛かった。肖像画の一つに、かつてこの館に住んでいた家族の一員が描かれていた。その顔には何か不安そうな表情が浮かんでいる。これは、玲子は思わず足を止め、肖像画をじっと見つめた。すると、突然、肖像画の裏から奇妙な風が吹き抜け、壁に隠された秘密の扉が現れた。ここに何かがあるかもしれない。玲子は慎重に扉を開け、中に入った。その部屋は、家族が調査を進めていた書斎だった。壁一面に古い書物や儀式の道具が並び、中央には大きな机が置かれていた。机の上には、家族が残したメモや手がかりが散乱していた。玲子はその中から一冊の古い本を手に取った。そこには、館に取り付く悪霊の正体や、呪いを解くための方法が記されていた。これが、家族を救うための鍵かもしれない。玲子は本を慎重に読み進め、呪いを解くための儀式を理解し始めた。その時、背後から再び奇妙な音が聞こえてきた。振り返ると、そこには影のような存在が現れ、玲子を見つめていた。あなたは、誰？玲子は恐怖を抑えながら問いかけた。しかし、影は何も答えずに消えてしまった。玲子は決意を新たにし、マミの元に戻った。見つけたわ。家族を救うための手がかりを。マミは目を輝かせ、本当に、どうすればいいの？と聞いた。この本に書かれている儀式を行う必要がある。でも、それには危険が伴うかもしれない。準備を整えて、慎重に進めましょう。玲子はそう言って、マミを励ました。玲子とマミは、影の館に潜む呪いを解くために、さらなる調査と準備を進めることを決意した。玲子とマミは、館に潜む呪いを解くための儀式を準備することにした。古い書物に書かれた指示に従い、必要な道具を集め、儀式を行うための場所を整える。館の中は不気味な静けさに包まれ、時折響く奇妙な音が二人の緊張感をさらに高めた。夜が更け、儀式を始める時間が近づいてきた。玲子は慎重に儀式の準備を整え、マミに必要な役割を説明した。この儀式は非常に危険かもしれない。でも、私たちがこれを成し遂げれば、あなたの家族を救うことができるはず。マミは不安そうな顔をしながらも、強い決意を持ってうなずいた。わかりました。玲子さん。何があっても、家族を助けたい。儀式が始まった。館の中央にある広間で、玲子は古い書物の指示に従い、呪文を唱え始めた。マミは必要な道具を手に取り、玲子の指示に従って動いた。周囲の空気が一層重くなり、奇妙な影が広間を取り囲むように揺れ動いた。突然、広間の中央に黒い霧が立ち込め、そこから人影が現れた。影の正体は、かつてこの館に住んでいた家族の一人、父親の霊だった。彼の目はうつろで、苦しみと恐怖に満ちていた。あなたが、この館の呪いの元凶なのですか？
玲子は霊に問いかけた。霊は静かにうなずき、口を開いた。我々は、かつてこの館で恐ろしい儀式を行い、その結果として呪われてしまった。私は、その呪いの一部として、この館に縛られている。玲子は霊の言葉に耳を傾け、さらに問いかけた。その呪いを解くためには、どうすればいいのですか？霊は手に持っていた古い鍵を玲子に差し出した。この鍵で、館の地下室にある封印を解き放つのです。そこに、呪いを解くための最後の手がかりがある。玲子は鍵を受け取り、マミと共に地下室へ向かった。地下室の奥には、重厚な扉が立ちふさがっていた。玲子は霊から受け取った鍵を使い、扉を開けた。扉の向こうには、古びた祭壇があり、その中央には一冊の古い書物が置かれていた。書物には、呪いを解くための最後の儀式の手順が記されていた。玲子はその手順を読み上げながら、マミと共に儀式を行った。祭壇に灯されたろうそくの炎が揺れ動き、地下室全体が不気味な光に包まれた。その瞬間、突然激しい風が吹き荒れ、地下室全体が揺れ動いた。霊たちの声が響き渡り、玲子とマミは強い力に引き寄せられるように感じた。玲子さん、これで本当に呪いが解けるんですか？マミは不安そうに問いかけた。信じて、これが唯一の方法だから。玲子は強い決意を込めて答えた。最後の呪文を唱えると、地下室全体が光に包まれた。霊たちの苦しみの声が消え、静寂が戻ってきた。玲子とマミは息を整え、祭壇の前に立っていた。終わった。呪いは解けたわ。玲子は静かにつぶやいた。玲子が呪いを解いたと思ったその瞬間、彼女の体が徐々に透明になり始めた。玲子さん。マミは驚いて叫んだ。私は、この儀式を行うことで、呪いを解くための代償を払うことになったのかもしれない。玲子は静かに微笑んだ。でも、あなたの家族を救うためなら、私はこの道を選んだ。マミは涙を流しながら玲子に感謝の言葉を告げた。本当にありがとう、玲子さん。あなたのおかげで家族が救われたわ。玲子は微笑みながら。あなたの家族を大切に。私はいつもあなたと共にいるから。と告げ、最後の一言を残して姿を消した。マミは泣きながらも、玲子の勇気と決意を胸に刻み、家族と共に新たな生活を始めることを決意した。影の館はその後、静寂に包まれ、村人たちにとっても永遠に忘れられない場所となった。